売り子姫。山口県の民話。昔々、あるところに子供のいないおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日のこと、おばあさんが川へ洗濯に行くと、どんぶらこどんぶらこと大きな瓜が流れてきます。おやおや、なんて大きな瓜でしょう。家へ持って帰っておじいさんと二人で食べましょう。おばあさんは瓜を拾い上げると家へ持って帰りました。瓜が大好物なおじいさんは、おばあさんが持って帰った瓜を見て大喜びです。こんなに大きな瓜は初めて見た。よし、わしが切ってやろう。おじいさんが包丁を振り上げると、瓜は一人でにパカッと割れて、中から可愛らしい女の子が飛び出してきました。おや、まあ。子供のいないおじいさんとおばあさんは大喜びです。瓜から生まれた子供なので、名前を売り子姫と名付けました。赤ちゃんの頃から可愛い子でしたが、売り子姫は大きくなるにつれて、ますます可愛らしくなり、やがて成長すると、ケシの花のような美しい娘になりました。そのあまりの美しさに、お殿様がお嫁に欲しいと言ってくるほどです。売り子姫は旗を織るのがとても上手で、毎日楽しそうに旗織りをしながら、おじいさんとおばあさんが帰ってくるのを待っていました。ある日のこと、売り子姫がいつものように一人で旗を織っていると、優しそうな声で戸を叩くものがありました。もしもし、かわいい売り子姫や、この戸を開けておくれ。お前の上手な旗織りを見せてほしいのさ。けれども、売り子姫は戸を開けずに言いました。いいえ、戸を開けることはできません。もしかすると、天の邪鬼という悪者が来るかもしれないから、誰が来ても決して戸を開けてはいけないと、おじいさんに言われているのです。するとその声は、もっと優しい声で言いました。おやおや、あの天の邪鬼がこんなに優しい声を出すものかね。大丈夫だから開けておくれ。でも、戸を開けることはできません。それなら、ほんの少しだけ開けておくれよ。ほんの少し、指が入るだけでいいからさ。それなら、指が入るだけ。売り子姫は、ほんの少しだけ戸を開けました。するとその声が、また優しい声で言います。ありがとう。お前はいい子だね。でも、もう少しおまけしておくれよ。ほんのもう少し。この手が入るだけでいいからさ。それなら手が入るだけ。売り子姫はまた少し戸を開けました。お前は本当にいい子だね。でも、もう少しおまけしておくれよ。ほんのもう少し。この頭が入るだけでいいからさ。それなら頭が入るだけ。売り子姫がまた少し戸を開けると、戸の隙間から頭を突き出した天の邪鬼がするりと家の中へ入ってきました。お前はバカな娘だ。じいさんとの約束を破って俺様を家に入れるなんて。天の邪鬼は売り子姫の着物を剥ぎ取ると、売り子姫を裏山の柿の木に縛り付けました。それから天の邪鬼は売り子姫の着物を着て、
売り子姫に化けて旗織りを始めました。まもなくおじいさんとおばあさんが帰ってきました。売り子姫や、寂しかったろう。すると、天の邪鬼が売り子姫の声を真似て答えました。ええ、とっても寂しかったわ。その時、家の前が騒がしくなりました。売り子姫をお嫁にもらうために、お殿様の籠が迎えに来たのです。売り子姫や、お殿様のお迎えが来たよ。これでお前は何不自由なく幸せになれるよ。おじいさんとおばあさんはとても喜んで、売り子姫に化けた天の邪鬼を籠に乗せました。籠の行列はお城へ向かって裏山の道を登って行きました。すると、柿の木のてっぺんでカラスがこんな声で鳴き出しました。かー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 、かわいそう。売り子姫は木の上で、おかごの中は天の邪鬼。おや？みんなはそれを聞いて、売り子姫が縛り付けられている柿の木を見上げました。まずい、逃げよう。売り子姫に化けた天の邪鬼は、かごから逃げようとしましたが、お殿様の家来に捕まって、首をはねられてしまいました。こうして、本物の売り子姫がかごに乗ってお城へ行き、お殿様のお嫁さんになって、幸せに暮らしたのです。おしまい。